日本語ポッドキャストジャパミミ。音楽って楽しい。皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストジャパミミです。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。今日はビギナーレベルのソロポッドキャストです。N5 から N4 ぐらいの言葉と文法を使って話します。今日のテーマは音楽です。今日は私の楽器の経験について話したいと思います。私は子供の時から楽器を演奏することが好きです。今までいろいろな楽器にチャレンジしてきました。音楽を聴いたり、カラオケで歌ったりするのも楽しいですが、楽器を演奏するのもとても楽しいと思います。今日のポッドキャストでは、カタカナの言葉がたくさん出てくるので、よく聞いて練習してくださいね。まず、私が一番好きな楽器はピアノです。5歳から17歳までピアノを習っていました。毎週ピアノの先生の家に行ってレッスンを受けていました。何度かコンテストにもチャレンジしましたが、残念ながら受かりませんでした。でも、毎年ピアノの先生が開催している発表会でいろいろな曲を演奏しました。クラシックだけでなく、J-POP や映画の曲も演奏しました。その発表会のために毎日たくさん練習していました。正直、ピアノの練習が嫌いな時もありました。特に難しい曲の時は、モチベーションが下がってしまいました。でも、ピアノの先生がとてもいい先生だったので、一緒に頑張ることができました。今も実家にはグランドピアノがあります。実家に帰ったら子供の時の懐かしい曲を弾きます。そして自宅には電子ピアノがあります。マンションに住んでいるのであまり大きい音を出してはいけませんが、暇な時に時々弾いています。私にとってピアノはとても大切な楽器だと思います。それから小学校5年生と6年生の時、和太鼓を練習しました。これは日本の伝統的な楽器です。週に1回、クラブ活動で練習しました。小さい太鼓も練習したし、大きい太鼓も練習しました。大きい太鼓はとっても大きな音が出て、体全体を使うので、スポーツみたいでした。クラブのメンバーと一緒に学校のイベントや老人ホームのお祭りでパフォーマンスをしたことはとってもいい思い出です。中学生の時は吹奏楽部に入りました。毎日学校の授業が終わった後、音楽室に行って練習していました。本当はフルートをやりたかったんですが、フルートはとても人気で、残念ながら私は選ばれませんでした。
代わりにトランペットを担当することになりました。とってもかっこいい楽器ですが、とっても難しかったです。最初は音を出すことができなくて大変でしたが、頑張って練習して、地元の夏祭りや学校の文化祭で演奏しました。吹奏楽部のメンバーがたくさんいて、喧嘩することもあって大変でしたが、卒業まで頑張ってよかったと思います。中学校では音楽の授業でもいろいろな楽器を練習しました。例えばギター、ベース、リコーダー、お琴などがありました。特にベースが好きだったので、たくさん練習しました。授業の中でクラスメイトと5人ぐらいでバンドを組みました。その時人気だった J-POP ソングを練習して、みんなの前で演奏しました。とっても楽しかったです。大人になってからはウクレレにはまりました。楽器屋さんで一番安いウクレレと楽譜を買って練習し始めました。ウクレレは小さくて軽い楽器なので、どこにでも持っていけて便利でした。それからギターよりウクレレの方がコードがわかりやすかったので、練習するのが楽しかったです。もちろん、ウクレレの音も綺麗で可愛くて気に入っていました。最近は仕事やプライベートが忙しくて、あまり楽器を弾いていませんが、このポッドキャストを作っているとき、とっても懐かしい気持ちになって、また楽器を始めたいと思い始めました。次はどんな楽器にチャレンジしようかな？それでは今日のポッドキャストはここまでです。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございました。今日は私が今までに経験した楽器を紹介しました。皆さんが好きな楽器があったらぜひ教えてくださいね。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。